こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はインドネシアの発酵食品テンペの作り方とテンペを使った美味しいレシピをご紹介します。テンペ作りはまず乾燥豆を24時間以上皮がつるっと剥けるようになるまで約4倍のお水とお水1リットルに対して50ミリほどのお酢に浸水させ皮を剥いていきます。こちらは緑色の大豆、青バタ豆。なるべくきちんと皮を取ることでテンペ菌がしっかりとつき、豆一つ一つがきれいに残った見た目も食感も良いテンペになります。皮がむけたらたっぷりのお水とお水1リットルに対して50ミリほどのお酢とお鍋に入れて30分から40分ほど指で潰れにくいくらい固めに炊きます。炊き上がったお豆はざるにあげて水気をしっかり切り冷ましていきます。テンペ菌はお豆に均等に行き渡るように片栗粉やコーンスターチなどのでんぷんでかさ増しします。乾燥豆 100g に対してテンペ菌 1g、でんぷん 9g ほどが良いようです。お豆が40度ほど手で触れるくらいまで冷めたらテンペ菌とでんぷんを混ぜたものを加え、一つ一つのお豆をコーティングするようにしっかりと混ぜ合わせます。あとは適当な容器に入れ、蓋を上からかぶせて、お家の暖かい場所、または発酵機で発酵させます。テンペ菌を均等にうまく発酵させるには、25度から35度くらいに温度を保つのがポイント。発酵機がない場合は、ヨーグルトメーカーなどを本機にして、クーラーボックスや発泡スチロール箱に入れてもいいです。ちなみにこちらの発酵機ニーダーは洗って折りたたむことができてとても便利。テンペはもちろんパンや麹作りにも重宝します。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますね。24時間ほど発酵させ、全体が白い膜のような菌糸で包まれたら完成です。使い切りサイズの容器で作るとそのまま冷凍できるので便利ですよ。テンペは大豆でしかできないと思われがちですが、実はいろいろなお豆で作ることができます。小豆のように皮が硬く厚いお豆は皮を剥かずにそのままお水とお酢で皮を剥いた大豆よりも少し柔らかめに炊きます。炊けたらフォークやマッシャーなどで粗く潰し、あとは大豆と同じようにテンペにしていきます。お豆が潰れていると皮が残っているので、見た目や食感はきれいに皮を剥いた大豆のテンペには劣りますが、皮を剥く手間がない分簡単にできますね。こちらは皮を剥かずに潰した虎豆で作ったテンペ。こちらは半分に割って皮を剥いたひよこ豆で作ったテンペです。それぞれ大豆と風味が異なるので、お料理に合ったお豆を選ぶのもいいですね。今回は大豆のテンペを使った照り焼きバーガーを作っていきます。テンペはちょうどいい大きさに切り、蒸し器で5分ほど蒸します。その間に漬け汁を用意。醤油麹大さじ2、メープルシロップ大さじ2、醤油大さじ1を合わせます。蒸し上がったテンペを漬け汁に入れて、最低1時間漬け込みます。マヨネーズは絹ごし豆腐 150g、レモン汁小さじ1、オリーブオイル大さじ2、米酢小さじ2、マスタード小さじ2、塩小さじ1/2の1をブレンダーにかけ、冷蔵庫に少し置いてもったりさせます。フライパンに米油を敷き、漬け込んでおいたテンペを入れて、生姜をすりおろし入れます。片面がこんがりと色ついたらひっくり返し、漬け汁を入れて絡みやすいソースに仕上げます。あとはバーガーにするだけ。バンズは概要欄にリンクを貼っておきますが、ミニマリストベーカーさんのスペルト小麦で作るパンのレシピを参考に作りました。パンにレタス、テンペ、照り焼きソース、マヨネーズを乗せて挟めば出来上がり。ベークドポテトを添えて召し上がれ。照り焼きテンペはバーガーにしなくてもそのままおかずになる美味しさで簡単にできますし、テンペ初心者さんにぜひ最初に試していただきたいレシピです。その他、テンペカツバーガー、テンペの甘辛ソース焼きビビンバ、インドネシア料理のガドガドとテンペのポテトのココナッツミルクカレー、タンドリーテンペ、おつまみとして燻製テンペとテンペの塩麹漬けの合計7品のレシピを先日開設した東京ベジライフのオンラインサロンザハブでシェアしています。
ご興味のある方は概要欄のリンクから詳細をご覧ください。それでは、See you next time!